こんばんは、新パイロットきよきよです。お盆休みが明けて日常が戻った方も、この期間もお仕事だった方も本当にお疲れ様です。休み明けで少し体が重たいなという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週もせめて空の上では軽やかに羽ばたけるよう注目のフライトシムニュースをお届けします。今週はマイクロソフトフライトシミュレーター2020の発売から6年という節目を迎える中、最新のエアクラフト&アビオニクスアップデート5が配信された話題をはじめ、イニビルズの A350 や A380 に関する続報など、ワクワクするようなニュースが盛りだくさんです。それでは早速確認していきましょう。今週、航空シミュレーションの歴史に大きな足跡を残したマイクロソフトフライトシミュレーター2020が発売から6年を迎えました。今からちょうど6年前、2020の8月18日のことです。世界的なパンデミックにより、外の世界とのつながりを制限されていた時期でした。思うように旅行や移動ができなかったあの頃、多くの人々がこの作品を通じてバーチャルな大空へ旅立ち、故郷の街や遠い外国の景色に心を弾ませました。空の旅が閉塞感のある日常の大きな楽しみとなっていた方も多いのではないでしょうか。その後も様々なアップデートや紆余曲折を得て6年が経過した今もなお、多くのパイロットたちを魅了し、現役で愛されています。6年前の今頃、皆さんはどこで何をしていましたか？今週はエアクラフト&アビオニクスアップデートも一緒に公開されました。今回のアップデートのメインは、2025巻モードのまま動いていた4機の名機の2020のネイティブ化、そして ATR4272 のバグシステム更新です。今回ネイティブ化されたのは、ヘリのベル 47J、固定翼機のボーイング307、カーチス C46、フォードトライモーターです。ATR4272 にはバグと安定化を目的としたアップデが入りましたが、こちらは今のところオートパイロットが正常に動かなかったり、ナビゲーションディスプレイの切り替えキーでゲームがクラッシュしたりと、安定化どころかむしろ厳しい状況に陥ってしまっています。この感じだとまともに飛ばせるのはあと半年くらい修正を待つ覚悟が必要かもしれません。フライトシムアドオン大手のイニビルズが絶賛開発中の A380 に関する最新情報をドカンと公開してくれました。ちょっと引き返すレベルでこだわり抜かれていたので、注目のトピックをサクッと紹介していきます。この機体にはトイレやファーストクラスのシャワーの管理が必要になるとの事前情報が出ていましたが、この機能はなんと機体をロードするたびにリセットされることなく、前回の状態から引き継がれる状態保持機能があるとのこと。燃料残量やスイッチの位置だけではなく、お食事中の方は大変申し訳ありませんが、飲料水と排泄物処理システムまで完全にシミュレート。放置し続けるとシャワーやトイレが使えなくなるというリアルすぎる仕様です。さらに A380 のマニアの方ならご存知かもしれませんが、初期の生産型と最新のモダン型では FMS の機能、スポイラーの動作条件、保護機能、チェックリストの手順などが異なります。イニビルズ製の機体ではタブレット操作でこれらを切り替えられるようになっているとのこと。ロールスロイスとエンジンアライアンス製の2種類のエンジン選択と合わせ、このマニアックな作り込みには脱帽です。もちろんこの巨大な機体を滑らかに地上走行させるためのステアリング機構や、飛行中の風や重力に合わせて翼がダイナミックにしなる機能も搭載。さらに2024の最新機能を活用し、雨の日の水しぶきやエンジンの排気、さらには着陸時の尻餅による火花やエンジントラブル発生時の煙の演出まで、イニビルズがこれまで作ってきた機体アドオンの集大成が詰め込まれています。この巨大な各社の A380 を自分の手で操縦して空へ飛び立つ日が待ち遠しいです。
続いてもイニビルズの話題です。ここでは現行版の改善パッチと次回作となる超大型アップデート V2 の2本柱をお伝えします。まず今遊べる A350 向けにはシステム性能アップデート1としてバージョン 1.2.7 が準備中です。飛行計画の入力エラーや安定性の改善、VNAM の挙動見直しなどユーザーからのフィードバックをもとに細かいストレスをしっかり潰したものがリリースされるとのこと。もう一つは裏でがっつり作られている V2 です。これは実際の A350 を 3D スキャンし、コックピットの形を力作り直すとともに、外観もダッシュ900とダッシュ1000で翼の形を変えることを発表しました。ヘッドアップディスプレイの見せ方や eCam の仕組みといったシステム周りも作り直されるとのこと。さて、そんな V2 ですが、今後の開発プラットフォームに関して大きな決断が下されました。良い面としては、この V2 は2024で A350 を持つ既存ユーザーは無料でアップデートができること。悪い面としては V2 が出た時点で旧世代である2020版のアクティブな開発やアップデは完全に終了する点です。2020版自体はそのまま遊べますが、今後の新機能や改善は入りません。開発陣曰く、古いシミュレーターの制約に縛られたまま両方に対応しようとすると、どうしても妥協が生まれてしまうとのこと。2024に 100% を集中することで最高のクオリティに仕上げていく覚悟のようです。つい最近、エアロソフトがこのフランスの空港を資料収集不足で無期限中止されたことは記憶に新しいですが、やはりイニビルズさん、長期が見込まれる空港には目を離しませんでした。今回発表されたイニビルズ製パリ・シャルル・ド・ゴール空港は2024向けのアドオンとして正式開発がスタートします。しかし、この巨大空港の開発には高いハードルが存在します。複雑なターミナル構造や常に続く改修工事の影響で資料集めが極めて難しく、これが今まで決定版となる有料アドオンが登場しなかった要因でした。そこでイニビルズはかつてマンチェスター空港の制作時にも行った資料のクラウドソーシングを実施。現在及び過去の空港勤務者からパイロット、地上のグラッドスタッフに対し、現場の写真や参照資料の提供を広く呼びかけています。この発表を受け、シミュレーター界隈のパリ開発レースには大きな動きがありました。これまで開発を進めていたアズールシムが即座に自社プロジェクトの中止を発表し、イニビルズへの全面協力を表明したのです。これにより、パリのハブ空港の主導権は、長年現地で取材力を武器に開発を続けているパイロットエクスペリエンスシムと巨大な開発規模と独自の資料収集で挑む2大ディベロッパーへ絞られる形となりました。自社で A350 や A380 といった大型機の開発を進めるイニビルズにとって、ハブ空港であるシャルル・ド・ゴール空港の開発は必然とも言えます。ヨーロッパ最大の難関空港をどちらが制するのか、今後の展開から目が離せません。空港といえばテクノブレイさんが開発している羽田も製品のページが公開され、リリースが間近に迫ってきました。こちらは第2ターミナルが開発される前の仕様のようですが、こちらも楽しみです。ということで、今週のニュースは以上。休み明けで少しお疲れ気味な毎日ですが、大空へのロマンを胸に、今週も無理せず乗り切っていきましょう。今回のニュースが面白かった、役に立ったと思ってくださった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回、良いフライトを。